こんにちは、アンナスです。今日はダイソーで推し活グッズかな、ラベリングクリップって言って今何でもあってちょっと面白いんですけど、クリップに写真を入れられますみたいなのを売ってて、それでちょっとここに刺繍を入れてみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと開けてみます。なんか挟めそうなんか使えそうですね。でここを開けると中に写真を推しの写真を入れたりとかできて、こうスタンドになるんですね。刺繍の本とかすぐ閉じちゃうんで、ちょっとこういうのをここで留めたりするのにちょうどいいってことですね。確かにね、本もあまり傷つかなくて良さそうですね。はい、じゃあそれで、サイズがこんなブローチぐらいのちっちゃいサイズなので今ちょうど空いてたんですけど、今日はこの小鳥をここに刺繍しようと思います。じゃあまず図案を写していきますね。今日は最近入った新しいナチュラミっていう布の黄色い色、名前ちょっと忘れました、を使ってで刺繍しようと思います。ではこれがコピーしたのと、でこれはチャコペーパーですね。チャコペーパーめくって中にインクがついているので、インクの方を布の方にセットして、上から図案をのせて、で待ち針で2箇所留めます。でトレーサーの細い方でなぞっていきます。写ってますね。じゃあこれで写していきます。じゃあ写せたので、刺繍枠をはめて、ちょうど真ん中に来るようにセットします。で金具は上にしてしっかりネジを締めて、でまず羽からですね。なのでちょっとね、羽を黒にしようと思ったので、黒の2本取りで、いきなりですけどロング&ショートかなで刺していきます。それで長いのと短いのにして始めていきます。はい、ではまず刺し始めですね。小さい波縫いを2つ入れてギリギリで留めます。で糸が渡っている上にザクッと刺すとこれで絡まっているので、出ているところはハサミで切ります。で、ロング&ショートステッチですね。横向きに刺したいので、ちょっと羽の感じも出るんで、割と羽はロング&ショートステッチで刺しがちなんですけど、ロング&ショートステッチは一気にいくと長すぎるので何段階かに分けて刺すステッチです。でだいたいこれだと2段階ぐらいかなって感じですね。で長いのと短いのを作るんですけど、名前の通りでも短くすると小さいステッチで構成するとすごく汚くなるので、今これが長いのでその隣が短いっていうか3分の2ぐらいのサイズでやっていきます。で本だと結構白でやってて大変なんですけど、黒だととても楽なので濃い色でやるとおすすめです。なので初心者の方とかはちょっと濃いめの色を選ぶとやりやすいかなと思います。白がね一番大変に感じますね。
でこんな感じで長い短いをたくさん作って、で端から端までもいけるなっていうものは普通にサテンステッチでいいです。なので1センチ超えたらロング&ショートっていう風に設定してるんですけど、長さは厳密に測ったことはないんですけど、短いところは無理に分ける必要はないので、端から端までいってちょっと長すぎるところだけ、ロング&ショートでやってください。こんな感じで1段目ができたら、2段目はちょっと先から出して、もう頂点から出しちゃいますね。で平行にザクッと刺します。でもう今頂点を作ってるので、ちょっとずらしてザクッと刺す。でまたちょっとずらして、でザクッと刺す場所は揃えないで、適当にいろんな長さのところに刺していきます。ちょっと黒なので説明には向いてないですけど、こんな感じですね。もう形が取れれば大丈夫です。で反対側もちょっと遠いところに刺したり、ちょっと手前に刺したりとかして、いろいろカモフラージュしてください。あとちょっとで出来上がりなんで、こんなもんですかね。こんな感じで雫型になれば可愛いですね。で糸を割らせる時は裏に絡めて、でもうギリギリでカットしていいです。で次が、体ですね。体は何色にしようと思ってたの？これですね、グレーですね。これも2本取りで、で2本一緒に入れて、ちょっと長さを揃えて、で裏に絡めます。もう2回目以降は裏に絡めてもらって大丈夫なので、自分が刺繍したい場所の近くに裏に絡めて、でこの頭の後ろのちょっとへこんでるところと、でこっからこの羽とだいたい同じような向きで真横に1本入れて、でこれを基準に上と下と埋めていきます。なのでもしかしたら人によってはここ途中ちょっと長くなりそうな部分がもし出てきたら、そこだけちょこっとロング&ショート糸継いでやってもいいと思います。じゃあこれで上半分埋めたら下半分も埋めてって感じでやっていきます。はい、では体ができたので、今度は尻尾ですね。尻尾ちょっと色変えます。見本は同じ色で刺してるんですけど、薄い紫グレーと水色みたいな感じで、あんまり色変わってないんで、なんか変える必要なかったかもしれないですけど、もう横横にこんな感じで刺していきます。で三角形の部分を刺すので、ちょっとこう全部を頂点に集結させるとここが混み合ってくるんで、少し今ずらしてます。ちょっと手前みたいな感じで少しずつずらして、これぐらいかな。ちょっと三角形になりすぎたかなまあいいやで裏に絡めて、であと目とくちばしと足ですね。はい、ではくちばしが横に2本ぐらいでいいかな。ちょっと1
本だとちょっと細い感じがするんで、今手荒れに手荒れに絡まって抜けました。そう結構頑張って保湿してるんですけど、で目ですね。もうついでにやります。枠を机の上に置いて少し上を持ちます。で空中で2回巻いて同じ穴に刺すんですけど、糸1本か2本またいで刺します。で引き絞ってから裏から引っ張ります。全然表情違いますね。なんかちょっと可愛い感じになりましたね。でもうついでに足はこの足の付け根にちょっとこれ三角形のスペースがあるんで、ここを V の字で刺してってるんですけどちょっと隙間空きすぎですね。もうちょっと埋めようかな。もうちょっとサテンステッチで埋める感じでしっかり埋めます。ここを体の色と同じ色にしてもらってもいいと思います。ちょっと中埋めてから、後ろ足が1本と、後ろ足っていうんですか、なんかね鳥のその指っていうんですかね。これ前2本と後ろ1本ですね。で奥もちょっとね、なんか私の絵には珍しくちょっと俯瞰っていうか、ちょっと斜め上から見てる絵ですね。だいたいどの動物も真横で刺すことが多いんですけど、真横から見た絵が多いんですけど、たまになんかちょっと斜めの角度の絵が出てきますね。で同じように奥も刺して、で、見本通りに刺すとこれで終わりなんですけど、ちょっと白で装飾をつけてアレンジしようかなと思います。私がいつもよくやってるやつなんでそんな珍しくはないんですけど、この羽の部分に白でストレートステッチをちょんちょんと入れようかなと思います。でこれもやっぱりフレンチノットと一緒で糸をまたがないと、糸の溝に刺しちゃうと埋もれるんですね。だからせっかく刺したのが見えなくなってしまうんで、糸の上にをまたいで同じサイズで刺す感じです。もうちょっと端っこのギリギリまで入れると全体的に色が入った感じがありますね。じゃあこれで裏に絡めて、もうこれでいいかな。なんかちょっと多分スペースが余るのでこれか。もしなんか上にお花とか入れたい人がいたら入れてもいいですけど、なんかこの空いてる空間もなんか悪くはないんで、なんか空間空いてるとすぐ私は埋めたくなってしまうタイプなんで花とか入れたくなるんですけど、今日はちょっと頑張って空間を空けたままの状態にしようと思います。じゃあこれで一旦を外して作っていきます。この中に紙が入ってたんでこれを使います。でこうやって上に乗せて、大体でやってもいいんですけど、ちょっと裏からなんかたまたま布が透けるので、これでこうやって折り目をつけて、でこの通りにチャコペンだと後で消せるので、これでちょっとなぞりますね。
れでハサミで切ります。ここにこの両面テープをつけます。なんで両面テープかっていうと、G クリアとかボンド系とか使うとシミになっちゃうんですね。うっすら透明とかでもやっぱり、過去の経験から結構シミになったことがあって、なので全面びっちり貼ってもらってもいいですし、ちょっとだけ一部貼ってもらってもいいかなと思います。で、普通の刺繍のところは結構いけるんですけど、今回目を入れてしまったのでなので目のところはこうやってなんかちょっと尖ってるもの、ハサミとかで押さえながら少しずつ入れてってください。難しい難しい。これなんかお花とかにしといた方が良かったかもしれないですね。このフレンチノットが結構肝なんで。もうかな。いい感じかもしれない。後でもう一回ここ曲がってるので、やっぱ全面貼った方がいいかもしれないですね。はい、ちょっともし目のついたものを入れる方はちょっと気をつけてもらって、目がついてないお花とか動物ね、この辺も目がついてないのいますけど、そういうのだと割といけそうな気がします。羊は大変かな。その後ちょっと全面に端っこまでぴったり両面テープを貼ってスライドさせてみたところ、スッと入りましたなので皆さん全面に両面テープを貼ってで布を貼ると入れやすいと思います。よかった以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。